皆さん、日本語ってなんとなく使ってませんか？でも実はこの日本語、文法や単語以前に日常で一歩間違えると、日本人から縁切られる、煙たがれる外国人からはかなり難易度の高い言語なんです。じゃあなぜ日本に9年住んだ韓国人の僕が日本語で何度も心折られたのか、今日はですね、その理由を5つに分けて日本語の言えない違いを1つずつ解説していきます。まず一つ目、空気を読む技術が必要です。言葉は丁寧、声も穏やか、表情も笑顔。なのに話が一切前に進みません。例えば検討します。ほぼノーですね。前向きに考えます。かなり怪しいですね。また機会があれば二度と機会ないかもですね。今回は見送ります。次回も来ないですね。一度持ち帰ります。ほぼその場で終わってますね。難しいかもしれません。無理です。みたいな感覚あったりしませんか？文字だけ見れば全部優しいんですけれども、でも実際にはほぼお断りだったりもするんですよ。韓国の場合ですね、イエスならイエス、ノーならノー、気まずさはあるかもしれないんですけども、意味は一発に伝わるみたいなイメージがあります。でも日本に来てのこの日本語ニュアンス的な話なんですけども、イエスでもノーでもない第三の返事が大量に存在する。トーン、逃げ方がそれぞれ存在しているメッセージなんですね。僕は最初、まだ可能性あるんだなと本気で信じていました。1週間待ち、1ヶ月経っても連絡は来ない。あれ、どこで失敗したと自分を詰め続ける。それ最初から断れてるんだと気づいた瞬間、心ゾッとしました。言語として理解しても空気を読めなければいけないんだ。それが日本の皆様と調和するための技術なんだと思いました。二つ目はですね、絶妙に違うニュアンスですね。日本語で一番怖いのがですね、同じ言葉なのに意味が真逆になるところです。代表例、大丈夫ですということです。この一言でですね、日本語は最低でも4つの意味あると思います。大丈夫です。本当に OK です。大丈夫です。やまり断っている。大丈夫です。遠慮している。大丈夫です。不満を飲み込んでいる。大丈夫ですは実は大丈夫じゃない。文字にすると全部同じ大丈夫ですなんですが、実際は声の高さ、目線、姿勢で意味が180度変わりますよね。次に恐ろしいのが、ちょっと時間の話かと思ったら、ちょっとは気持ちの拒否もあるし、ちょっとは完全に NG だし、ちょっとはこれ以上踏み込むな、の合図だったりもします。さらに万能すぎるのが、すみませんですけれども、これ謝罪だけじゃなくてですね、すみませんと呼びかけとか、すみませんとかの断りの前置きとか、すいませんという不満のクッションとか、すいませんみたいな感謝の言葉とか、全部を一言で処理する多機能ワードですね。日本語は言葉が半分、残り半分は空気。僕何度も失敗したことあります。すみませんを謝罪だと思ったら、実は感謝されていた。大丈夫ですを OK だと思って進めたら、後で距離を置かれるとか、原因がわからないまま人間関係だけが静かに変わっていく。これを理解できていないと、日本語は大変ですね。踏んだ瞬間には爆発しないんですけれども、数日後に関係性が実は自分が思っていたのと違っている。自分だけが勘違いして日本文化をちゃんと理解できていなくて起きた違いがあったりとかするって話ですね。で、3番目の話はですね、意味選択が難しいというところです。日本語で心折れたのはですね、意味は合ってるんですけれども、全部外れになる問題です。例えば、すごいありますよね。これはすごい、素晴らしい、立派、見事、大したことですね。辞書的には全部ポジティブで意味も近いんですけれども、場面によって正解は一つだけで外すと空気が変わる瞬間ありますよね。もっとあれなのがですね、ビジネス日本語でして言う、伝える、お伝えする、申し上げる、共有する。意味は同じ I give you 言葉なのに、相手、立場、距離感で使っていい動詞が完全に固定されている。さらに有名なのはですね、この罠です。了解しました。友達には冷たい。承知しました。正しいけど日常だと思い、かしこまりました。これ接客でよく使われる。わかりました。目上だと失礼に聞こえることもある。韓国語ならですね、言い方が多少荒くても、この人 OK ですみたいな形で、それぐらい言ってるなで終わる感覚なんですけれども、あんまり意味を付与しなかったりするんですよね。でも日本に来たら、日本の文化、日本語の使い方をちゃんと従わないといけないんじゃないですか。そこに意味、立場、距離感だったところは完全に読み込んでから正しい日本語を話さないといけません。もしかしたらですね、僕がそういった日本文化理解できていなくて、例えばビジネスの場ではですね、間違った日本語を使うと、っていう顔をされるかもしれません。もちろん相手優しいので、僕、韓国人だからなのかなって理解してくれる場面もあるんですけれども、それが理解されていなくて、お互い微妙にずれる場合があるんですね。本当に日々気をつけながら日本語を使っています。
4つはですね、日本語は立場言語すぎるということです。これ地味に難しいんですけれども、話す前に毎回自分の立ち位置を再計算しないといけません。年上か年下か、客か店員か、社内か社外か、初対面か顔見知りか、口を開く前に頭の中でチェックリストが一気に走ります。同じ内容でも言い方は完全に別物になる。上司にはご相談ですが、同期にはちょっと聞いていい？後輩には共有ね。中身は同じなのに、お送詞が100種類ぐらいあるようなイメージです。日本語ですね、内容よりも先に誰として話すか、誰に話すか、これありますよね。これ難しいです。韓国の場合はですね、基本自分視点で話す言語がほぼ1種類とか2種類、多くて3種類みたいな形なんですよね。私はっていうのを韓国語は나는、저는っていうこの2つがメインだと思ってるんですよね。나는は同僚とか仲間で話して、저는とかより丁寧な感じなんですよね。日本語はですね、私はというところは、私はとか、僕はとか、俺はとか、オラはとか、わしはとか、いろいろありますよね。今日はどこの場面で誰と話していて、この自分を表すのか、学生の立場で皆さんと向かっているのか、もしくは YouTuber の立場なのか、もしくは皆さんにお願いをしている上下関係なのかみたいな、こういったことをちゃんと切り替えないといけなかったりします。5つ目、最後ですね。正しすぎてもダメということですね。日本語で最後にぶつかった壁はですね、正しいのに信頼されない問題です。例えば、メールでの定型文ありますよね。ご確認のほど何卒よろしくお願いいたします。文法も敬語も、完璧じゃないんですかね。赤ペンゼロなんじゃないですかね。でもそこには人間の温度は逆になかったりしますよね。雑談なしで、前置きなしで、結論だけポンと敬語を丁寧に使ったら、仕事早いしミスも少ないけれども、なぜか距離は縮まらなかったりとかするんですよね。できる人泊まりで一緒にやりたい人にはならなかったりします。日本人同士の会話をよく見てると、僕はこういった部分で、こういうことが日本語なのかなとか、日本文化なのかなと思ったりします。少し崩すとか、少し余白を入れる。お忙しいところすみませんねとか、ちょっとだけ心配になりまして聞きたいと思ってるんですよ、みたいな一言のクッションを挟むことで、仮に自分がこの人とより関係を深めたいかどうかっていうのを設計しないといけなかったりします。つまりですね、今も俺がって言いましたね。これ間違ってますよね。つまりですね、僕が教科書で学んだ日本語が僕的に沿った日本語ではないということですよ。面白かったのはですね、日本語の褒め言葉もあります。真面目ですね。リスペクトしたのに、地味な服ですね。と理解された。個性的ですね。かっこよいと言ったつもりなのに、好みが分かれそうですね。と理解された。優しいですね。いい人だと思って言ったつもりなので、優柔不断と理解された。褒めているのに、裏に別の評価があると理解された。これがですね、外国の方からは、ちょっと慣れるのに時間がかかったりします。正しく話しているのに、壁ができたりとかするんだと。ここで気づいたのはですね、日本文化、日本語、日本人と話すときには、正しい日本語を使うんじゃなくて、目的に沿った日本語に少し改良しながら使う、滲ませる、その部分が大事なのかなというふうに思いました。最後に重要な話したいと思っていて、ここまで話してきた日本語、日本人と話すときのこの日本語、この日本の方でも、人によっては空気を読むっていうのがめんどくさいんですよっていうことが、外国の方もいるんですけども、日本の方の中でもいるかもしれません。毎回立場を考えて言葉選んで余白入れて、正直僕も難しいなと思う時もよくあります。でも裏を返して考えてみるとどうでしょう。今の日本語って人を大事にしようとする言語でもあるかもしれません。相手を傷つけないように、関係を壊さないように、正面から言わず、あえて曖昧にするとか、その回りくどさがめんどくさい時はもちろんあるかもしれないんですけども、優しさの裏返しでもなると思っております。じゃあ、なぜこういった今現代の日本語が生まれたのか。僕はですね、個人個人として、そうした方がうまく社会が回るか、うまく自分が回るから、そう使っている。これが合算した結果だと思っています。そしてそれが社会全体の雰囲気になっていると思います。日本は昔から村文化、島国とか、街の中で人が密集して暮らす環境があったんじゃないかなというふうに思います。逃げ場がないからこそ、みんなで密集して生きてるからこそ、一度壊れた関係とか、人との関係値を大事にしながら生きていく。だから強く言わないとか、角を立てないだったりとか、そういったものがみんな個人個人の知恵として積み上がっていったかもしれません。僕はこのように考えてるんですけれども、なぜ現代の日本語でこういう言い方になっているのか、皆さんもぜひ、一回考えてみると面白いかもしれません。そして思ったことをぜひコメント欄で共有してください。このチャンネルではですね、こうした日本文化を外から来た人間の目線で解きほぐしていきます。また一緒に考えてみましょう。チャンネル登録もお忘れずに。以上、パクでした。アニョン。